マイクの方はですね、ノイズキャンセラー機能の方は使っておりません。こういったようなモタリングですとか、あとお散歩動画ですね、そういったものに活用できるなと思うんですよね。自分の声とですね、環境音の音の比率でしょうかね。あと今回ですね、マイクの方に少し小細工をしてみました。はい、皆様こんにちは。本日は XTU-S6 とワイヤレスマイクホーリーランドラーク M1 ソロを使いましてボタリングの方をしていこうと思います。で、こちらのですね、組み合わせではですね、私の環境では元ブログの方ではちょっと使えないということで、今回はポタリングの方でですね、見ていこうかなと思うんですね。元ブログでですね、使えない理由といたしまして、音が大きく取れすぎると。マイク本体がですね、ヘルメットの中で固定する場所、限られますので、そうすると、口元にどうしても近くなってしまいますから、声をですね、下げたといたしましても、周りの環境音がかなり大きく取れてしまったりとかいたしまして、結局ですね、音割れして使えないんですね。で、現在のカメラの設定の方は、ノイズ減少、デフォルト、高いの3種類あるうちのノイズ減少の方を選択しております。そして、マイクの方はですね、ノイズキャンセラー機能の方は使っておりません。で、ワイヤレスマイクレシーバーの方は、ゲイン入力がですね、ロー、ミドル、ハイとあるんですけれども、そのうちのローを選択しております。マイクの位置もですね、だいたい胸の少し下あたりでしょうかね。これでも十分取れるとは思うんですけれども、これでですね、問題なく音声の方が取れるようであれば、こういったようなボタリングですとか、あとお散歩動画ですね、そういったものに活用できるなと思うんですよね。お安く購入したんですけれどもね、だから使えないということになってしまったらですね、せっかく購入した意味がなくなってしまいますので、どのような環境で使えるのかなというのをですね、少しずつ検証しつつ、動画の方を撮影していこうと思うんですよね。前回の動画になるかと思うんですけれども、お話の方をちょこっとしたんですけれども、こちらの方ですね、外部マイクといいますか、ワイヤレスマイクもそうですけれども、音が大きく取れる理由といたしまして、3.5mm のピンジャック変換ケーブルですね、そちらの方に起因しているというふうに思うんですよね。なので、そのケーブルを使うとどうしても音が大きくなってしまうんですけれども、ただ私の環境のですね、元ブログに関して言えばですね、他のカメラでもM1 ソロ試してみたんですけども、やっぱりかなり大きい音出るんですよね。入るんですよね。なので、これはどうしようもないなと。ちょっと諦めモードなんですけども、そのため、どちらかというとですね、元ブログ以外で使えればいいなというふうに思っているんですよね。さあ、風切り音の方はどうでしょうね。どちらかと言いますと、向かい風というよりも追い風になりますので、そんなにひどい風切り音というのは入っていないと想像するんですけれども、
このようにですね、自転車を乗るたびに毎回追い風だったらいいんですけどね、走るのも楽ですし、今回のですね、ワイヤレスマイクの方を使いました。音声の方がポタリングで使えるようであれば、今後ですね、こういった形で撮っていこうかなと。ちょっとこれからですね、車通りの多い道の方走ってみようかなと。はい、現在ですね、車通りの少しある道路へ出てまいりました。で、ちょっと風の方もですね、向かい風気味になってきましたので、こういう道路を走るとですね、どのように音声が取れるのかなというところを見ていきたいと思いますけれども、このぐらいでしたらノイズキャンセラー機能必要ないでしょうかね。自分の声とですね、環境音の音の比率でしょうかね。あまり環境音大きくなりすぎると自分の声聞こえなくなっちゃいますので、あと今回ですね、マイクの方に少し小細工をしてみました。どのような小細工かと言いますと、マイクとですね、ウィンドジャマーの間にガーゼありますよね。ハサミが状態にしているんですよね。そうするとですね、風切り音ですとか多少緩和されるのではないかなと。ただ逆に言えばですね、ちょっと音がこもってしまうかもしれませんけども、それもですね、今回ぶっつけ本番ですけれども検証できればいいなと思ってますね。さあ、周りの環境音騒がしくなってきましたけれども、どうでしょうかね。少しですね、風の方も出てきましたし、これで風切り音がどのように入るのかということが分かりますね。はい、ここからはですね、車通りのかなり多い道に出てきました。さあ、自分の声とですね、環境音の比率ですね。ちょうど車止まってますね。はい、ここからはですね、ノイズキャンセラー機能の方をオンにしてみましたね。音声の方はどうでしょうね。このくらい車通りが多いとですね、ノイズキャンセラー機能の方はあった方がいいのではないかなと思いますけどね。これもぶっつけ本番の内容なので帰宅してから確認しないとどんな風に撮れてるのかわかんないんですけどね。さあ、もう少し走りましたらノイズキャンセラー機能の方はオフにしたいと思います。はい、これでノイズキャンセラー機能をオフにしてみました。随分と周りの車の走る音なんか大きく取れているのではないかなと思うんですけどもね。大丈夫でしょうかね。私の声取れてますかね。さあ、スピードの方も出てきましたけれども、風切り音の方はどうでしょうね。現在はノイキャンオフ、現在はノイキャンオフですね。はい、車通りの少ない、住宅街の方に入ってまいりました。現在ですね、ちょっと向かい風なんですけれども、
以前 GoPro で撮影した時にですね、そんなにひどい音声の邪魔になる風切り音ではなかったものですから、どうでしょうね、今回音声の邪魔になるような風切り音入ってましたでしょうかね。帰宅して確認しましょうかね。いや、途中でスマホで再生してちょっと確認してみますか。はい、途中ですね、スマホで確認したんですけれども、でノイズキャンセラー機能の音声もちょっと聞いてみたんですけれども、やはり周りの環境音がですね、うるさいとノイズキャンセラーの効果も強くかかりますね。そのため結構機械音っぽいような音声になっておりましたけれども、まあこればかりは仕方ないですよね。というわけでですね、だいたい検証するのに必要な音声というのは取れたと思いますので、本日はこの辺で動画の方終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。